Hi guys! 日本語 V ティーチャーのわさびです。こんわさびーも。今日は、ぽい、ようだ、みたい、らしいについて勉強しましょう。この4つの文法の意味はそっくりですが、実は言い換えることができるときと言い換えることができないときがあります。今日は使い方、違いについて勉強しましょう。まず N4 の復習です。ようだ。例えばと言いたいときに使います。何かに似ていますという意味です。ラピュタのムスカ大佐のセリフです。見ろ、人がゴミのようだ。もちろん、人はゴミではありません。でも、そのように見えるという例えです。この文法は名詞だけではなく動詞にも使えます。間抜けは見つかったようだな。丈太郎が嘘をついて敵を探すシーンです。もちろん敵は私が敵だとは言いません。でも騙された人のジェスチャーを見て丈太郎は思いました。あなたは敵に見えます。これと同じ意味です。ようだはフォーマルな文法でどちらかというと文章、書き言葉でよく使います。特にムスカ大佐のように固い喋り方をする人やニュース、ビジネスシーンなど丁寧な話し方としても使います。反対に同じ意味でもカジュアルな表現、会話や話し言葉でよく使う文法があります。みたい。意味はようだと同じです。似ています。例えばと言いたいときに使います。見て、人がゴミみたい。間抜けは見つかったみたいだな。みたいは話し言葉ですが、文の最後にですをつけると丁寧になります。見て、人がゴミみたいです。間抜けは見つかったみたいですね。同じ文ですが、少しイメージが変わったと思いませんか？ちなみに、ですの後ろにあるねは修助詞と言います。この場合、ですは断言です。見てわかる事実、ファクトを言葉にしただけです。みたいですねは英語にすると didn't we です。そう思いましたよね。そうですよね。と、そこにいるみんなに聞いて確認するニュアンスがあります。レベルアップ。ぽい。そのような傾向、要素、性質がたくさんある。そのように感じるという時に使います。神っぽいな。それ卑怯。本当は神様ではないけど、神様のような力、能力を持っている。だから神様だと感じる。この服ちょっと子供っぽいかな。例えば、3歳の女の子が着ます。かわいいです。同じデザインの服を15歳の女の子が着ます。この服のデザインはどうですか？子供すぎますか？というニュアンスです。ぽいは名詞の他にもいい形容詞や動詞と一緒に使うことができます。動詞の時は人の性格を表す時に使います。では、4つ目の文法を見てみましょう。らしい。これは本当にそのキャラクター、特徴がよく現れている典型だ。そのイメージを強く表現しているという時に使います。麻の葉模様は日本らしいデザインだ。夏らしい花といえばひまわりだ。このように使います。ぽい。
ようだ、みたい。この3つは本当は違うけど、例えばという意味です。らしいは本当にそうだ、本当にすごくそうだという意味で使います。なので、犬っぽい猫、犬のような猫、犬みたいな猫ということはできても、犬らしい猫は変です。反対に、犬らしい犬ということはできても、犬っぽい犬、犬のような犬、犬みたいな犬は変です。それではここで、この4つの文法の他の使い方を見てみましょう。わさびは海に行くっぽい。わさびは海に行くようだ。わさびは海に行くみたい。わさびは海に行くらしい。これはほとんど同じ意味で使うことができます。断定を避けたいとき、絶対だと言えないとき、私は多分そう思いますというニュアンスで使います。自分のアクションには使いません。私ではない誰かのアクションや天気など、周りの様子に使います。その中でも、ぽい、ようだ、みたいは主観的な判断。私がそう思ったから多分そうですという時に使います。反対に、らしいは客観的な判断。何かを見て、聞いて、だからそう思った。エビデンスがあるからそう思ったという時に使います。言葉のニュアンスは、ぽいが一番カジュアルで、ようだが一番丁寧です。先に説明したように、ようだは書き言葉でよく使います。それはこの使い方でも同じです。だはですの普通形ですよね。例えばビジネスシーンで上司や先輩に何かを報告するとき、ようですを使うと丁寧な日本語になります。同じ言葉を使った文法ですが意味が全く違います。気をつけてくださいね。では練習しましょう。ぽい、ようだ、みたい、らしいの違いはわかりましたか？会話でも文章でもよく使う表現です。しっかり覚えておきましょう。もしわからない文法や相談があれば、いつでも Google フォームマシュマロにメッセージを送ってくださいね。今日の動画へのコメント、高評価、チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは、ここからさらにレベルアップします。皆さん、準備はいいですか？方法や形式、習慣に使います。ぽい、ような、みたい、らしい、すべての文法と言い換えることができます。そして、の特徴は、こんな、そんな、あんな、どんなと一緒に使うことが多いところです。その意味は大丈夫ですか？これ、それ、
あれ、どれ、形容詞のスタイルになっても意味するフィールドは同じです。例えば、料理をします。先生が野菜を切ります。先生が見せます。こんな風に切ってください。例えば、これと同じ方法で、これのように、これみたいに、という意味です。他のシチュエーションです。例えば、髪を切りに行きます。美容師が言います。今日はどんな風にしますか？風にしてください。モデルやアーティストの名前を言います。名詞プラス風を使うと、あれっぽく、あの人のように、あれみたいにと同じ意味になります。ただ、面白いのは習慣や伝統的な形式に風を使うと、らしいというニュアンスを出すことができるところです。一番有名なのは和風です。和は日本という意味ですが、和風旅館というと日本の伝統的なスタイルのという意味です。でも、この言葉は本当は違いますが、どこか日本っぽい、日本のような、日本みたいなという意味で使うこともできるんです。覚え方は、伝統文化や食文化など長く続いている場合は、らしいというニュアンスを出せるということです。気をつけた方がいいのは漢字一文字プラス風の時。この時はあまり風、らしいに言い換えはしません。例えば和風、京風、今風がそうです。和風は日本風、日本らしい。京風は京都風、京都らしい。今風は現代風、現代らしいと言った方が自然です。漢字一文字の場合だけ気をつけましょう。今日は N4 から N2 まで頑張って勉強しました。お疲れ様。次のレッスンも楽しみにしていてくださいね。おつわさびーむ。バイバイ。